買うんだか買わねえんだか決めろって言われて、わかりました、買いますって言ってね、お迎えすることになった1台です。純正と変わってるところがいくつかあるんで、紹介しようと思います。このプレートとこのレックシールドは、今じゃめちゃめちゃ貴重になってるかと思いますが、どうも、黒ガレージです。今回はですね、僕の愛車の1台であるスーパーカブ90デラックス、通称ね、カブちゃんを皆様にご紹介しようと思います。せっかくね、カブちゃんを紹介するならということで、近所のこんなのどかな田園風景の場所にやってまいりました。こちらのカブちゃんは、所有している乗り物の中で一番所有歴が長い車両になります。僕はですね、1985年生まれ、昭和60年式のですね、車であればもうクラシックカーと呼ばれるような、そういう年代生まれなんですが、23歳ぐらいの時に僕のところにお迎えした1台です。街のバイク屋さんに佇んでいるこの子を見かけてですね、当時走行距離が8000キロぐらいで値段が7万5千円ぐらいだったかな。それぐらいの金額で店頭に並んでるのを見てね、そんなにお財布に余裕があるっていう、そういう状況でもなかったので、店先でですね2時間ぐらいどうしようかなっていう風に迷っていたら、バイク屋さんのそんな10万もしねえようなバイクで2時間も3時間も悩んでるやつはどうせ買わねえんだから、買うんだか買わねえんだか決めろって言われて、わかりました、買いますって言ってね、僕のところにお迎えすることになった1台です。そんなにね頻繁に乗り回すっていうわけではないので、現在の走行距離13,202キロということで、僕の手元に来てだいたい17年ぐらいの時間が経過してますが、17年で5000キロぐらい、それぐらいしか走行してない答えですね。この子の変更点、純正と変わってるところがいくつかあるんで、元から変わっていたところと僕が変更したところ、それもね合わせていくつか紹介しようと思います。まずですね、エンジンはノーマルです。一度もオーバーホールしたことはありません。タペットカバーのところを外してカムとのバルブクリアランスを調整したことがあるぐらい、あとプラグ交換をしたことがあるぐらいで、エンジン自体はですね一切手を入れてません。定期的なオイル交換はしておりますが、それ以外はしてないですね。僕のところに来る時点でもうすでに変わっていたもの、マフラーですね。当時そんなに高くない価格で販売されていたマフラーですが、こんな感じのショートマフラーが最初からついていて、このミラーも当時からついていたかな。キャリアも最初からついていて、この後ろのね車外のキャリアも最初からついていました。僕がこの子を手に入れた時のエピソードなんですけれども、このプレートとこのレックシールドに関しては店頭に並んでる時点でね取り外されてました。取り外されてたんですが、店前で2時間と悩んでた末にねカー購入を決めたということもあって、じゃあいいよお兄ちゃんっつって、前のねオーナーさんがつけてたこの2つ売れると思って外してつけてあったけど、プラス1万円でこれあるけどつけてくかっていう話をして、もちろんそれもつけてください、ただ純正のレックシールドもそのまま残してくださいっていう話をしてパーツをつけてもらった、そんな思い出もあったりします。なのでね、今じゃめちゃめちゃ貴重になってるかと思いますが、このプレートとこのレックシールドは純正のカブラのですね部品らしいです。僕のところに来てから変更した点は、購入した時点でね別のシートがついてたんで、同じ東京動産で僕の気に入る形のシート交換して、だいぶ古くなっちゃってますけど、タイヤも交換しましたね。生意気にミシュランタイヤ、若干のブロックパターンのようなミシュランタイヤ履かしてます。これに変えてからおそらく1000キロ2000キロぐらいしか乗ってないんですが、だいぶ時間が経ってしまってるんで、替え時といえば替え時になっちゃってるかなっていう、そういう状態ではあります。前後のショックスプリングは変わってます。フロントはですね、これ確か東京動産のオリジナルの商品だったかな、それが入っていて、リアはですね竹革の黄色いショックスプリングが入ってます。変更点としてはそれぐらいかな。あとこれ2台目なんですけど、2台目ピヨピヨをつけたぐらいですかね。しばらく乗ってない状態があったんですが、タンクが少し錆びちゃってね、エンジンがかからないような状態になっていたので、こう1年ぐらいの間にですねタンクを清掃してキャブレターを1回ばらしてオーバーホールする形で乗れる状態に戻したっていう、そういう感じのバイクでございます。独身の時から結婚をして、でまた独身に戻ってみたいな形でですね、引っ越しを4回してるんで、場合によってはそのタイミングでこの子がね売買してしまうようなことも可能性としてはあったのかもしれませんが、僕の人生の変わり目の時に必ず僕の手元にいて、今もね元気に僕の手元で走ってくれている、本当に腐れ縁の相棒でございます。でね、僕の手元に来てからバッテリーレースキットをつけているので、こういったニュートラルランプは消えてしまうんですけれども、エンジンもねキャブレターオーバーホールした甲斐があって、
一発で気持ちよくかかってくるんです。せっかくなんで排気音と走行シーンちょっとお見せしますかね。こんな感じでですね、エンジンの始動性も良くてですね、アイドリングもとても安定していて、年式的には20年以上前のカブになると思いますが、元気に走ってくれて、ピカピカな状態で僕の手元にいてくれるっていう感じですね。この子はスーパーカブの中でも 50cc ではなくてですね、90cc ということで、90cc の特徴といえばこちらかな。このテールレンズに関しては、スーパーカブの中でも 90cc 特有のテールレンズだったりもするようです。あとは、フロントのドラムブレーキ、通称ビッグドラムなんていう風に呼ばれていて、50cc はね、もっとドラムサイズが小さいようで、一部のスーパーカブの 90cc にだけついている大きめのドラム、これもですね、50ベースでね、カブカスタムする方なんかは90のビッグドラムを使ってなんていうところで、意外とですね、定番のカスタムアイテムになったりもするみたいです。せっかくなんでね、ここからカブの加速もですね、皆様にご覧入れようと思います。全然問題がなくね、ぶん回ってくれる元気なエンジンです。これから一緒にツーリングに行こうと思います。肩掛けにね、取り付けるものだからどこまで行けるか分かりませんが、映像を撮っていってみようと思います。もう少しですね、時期が暖かくなってくると、稲がもっと伸びてね、一面緑の絨毯の中でツーリングすることができて気持ちいいです。はい、ということでね、近所にはこんなお馬さんがいる牧場があったりとかして、スーパーカブでね、トコ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 っとお散歩するにはとても素敵な環境だったりするんですよね。あの子、めちゃめちゃ寝てる。あれは馬なのかな、ヤギなのかな。お馬さんもめちゃめちゃのどかで素敵ですよね。あ、子馬だったんだ、あの子。お馬ちゃんだったんですね。お乳を欲しがっておりますね。こんな環境でお散歩できる、なんかめちゃめちゃ贅沢させてもらってるなって最近すごく思います。いつものね、活動拠点に戻ってまいりましたが、カブのいいところってね、小回りが効くところで、僕もね、それが気に入ってたりもします。小回りがこんだけ効くんだよっていうのも映像でお見せしようかなと思います。こんな感じで本当に簡単に取り回せてしまうぐらいね、軽くて乗りやすくて丈夫かつ堅牢である日本がね、世界に誇るバイク。スーパーカブちゃんね。車1台所有している方であれば、ファミリーバイク特約でね、登録することもミニバイクは可能ですし、税金も数千円で済みますので、ミニバイクっていう選択肢はですね、日々の生活の中で、そんなに経済的負担もなく始められる二輪車なんじゃないかなというふうに思っております。実はですね、僕はこのカブちゃん以外にもですね、埃が被ってしまって、車検が切れてしまっているこんな大型バイクやですね、しばらくエンジンをかけていないこんなスクーターや、もらってきてですね、そのままの状態で置いてあるこんな子たちがいたりもします。
この子はね、なんとかして起こしたいななんていうふうに思っていたり、いろいろありますが、ミニバイクの動画にしていこうと思えば、できる企画もですね、控えておりますので、気になる方はですね、ぜひ動画の評価をしていただいて、チャンネル登録をしてですね、登場を控えているバイクちゃんたちが登場することを待ち望んでいただければというふうに思います。またね、今日はこんな感じのヘルメットをかぶってしましたが、バイクのね、ヘルメットについてあるこれ語っている動画なんかもありますので、よかったらそちらもご視聴いただければと思います。このチャンネルはですね、とりあえず何でもやってみるをテーマにですね、自分自身の人生を DIY していけるようなおじさんのサブカルチャンネル目指しております。楽しい面白いと思ってもらえるようなコンテンツを作っていこうと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。ということで、今回は僕の愛車の1台であるスーパーカブちゃん紹介してみました。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。